なんかみんな多分見たことないデザインを作りたいですから、じゃあだから何回も実験して何回も勉強してなんか、自分なんか結構時間もかかってしまって焦りからとか、なんか自信がなくすこともありましたです、だから辛い時もありましたんで、だけどまあいつの間にちょっとどんどんまとめてきて、で今の形になりました。それも全然違いましたよね。これ私だけじゃないデザイナー全員でもうたくさんのコンセプトを出して、青年もいたし、大人の男の人とかもいたし、動物もいたし、とにかくたくさんのアイデアを出しました。これもともと最初夢の中の世界っていうのがあって、で夢の中で、今ももちろんその友達データに入ってるその地形を削ったり、いろいろそのねインタラクションがあるっていうのはもちろん入ってるんですけど、もともとは夢の中の世界みたいなコンセプトだったんですよ。でその夢の中でどうやってその地形を自由に触ったり削ったりみたいな感じのゲームを作るときに、そのドリームスティックみたいな、そういうなんかちょっとしたこう魔法じゃないですけど、その特別ななんか棒、この少女が持ってる黄色い棒みたいなやつを持たせて、でそれを振ることで新しい地形ができたり、地形を削ったり、なんかその地形を引っ張ったりみたいなのができたら面白いよねっていうところがスタートだったんですよ。でそのメインの女の子のキャラクターにそのドリームスティックって昔は言ってたんですけど、それを持たせて、でなんていうんだろう、ゲームの中でいろんなアクションをつけてっていう中のその一つのコンセプトアートですね、これも。はい、とにかくなんか数をたくさん作ってでそれに対してディランさんがフィードバックをくれる感じだったんですけど、ディランさんのコメントっていうのはすごく短いコメントで、もっと夢の感じとか暗い感じとか、そういう小さな言葉をヒントに、とりあえずたくさんみんなでコンセプトをアップしてったって時期なんです。でこの中の一つでなんか自分もハッとしたし、ディランさんもいいんじゃないって言ったのがこの髪型なんですけど、で最終的にはここまでその木の関節とかマリオネットの雰囲気は最終的にはなくしたんですけど、最初はずっとそのなんていうんだろう、手の関節とか首の骨とかそういうところもちゃんと木のジョイント部分がなんていうんだろう、ちゃんとマリオネットのテイストをそのまま持っていったような形にしてましたね。一番最初作り始めた時はもっとこう中世のなんていうんだろう、すごいこうゴシックなスタイルを目指してましたよね。なんかなんていうんだろうと有名ですから悪い夢の中のものだから、みんなはだいたい黒い色になってますけど、こう夢の中に出てくる悪い感情だったり、そういうのがなんか失神したというか具現化したみたいなのが今の敵のベースだったと思うんですけど、で当時のほらガッマックスの怖さ、その戦争の時じゃないですけど、それを多分表現してるのもあるのかな。共通のパーツとしてなんかああいうのつけてましたよね。ああいう目だったり、そのガスマスク風のその目と口だったりっていう。当時のチェコのキャラクターとかその辺をいろいろこう連想して、で
何か今までにないゲームのスタイルだと思うんで、また今回の、ね、復活っていうことになったので、それもぜひ楽しみにしておいていただければいいかなと思いますね。僕たちもすごい昔を懐かしんで今話してるんですけど、すごく作るのに思い入れがあったし、もちろん大変な思いもしたし、でチェコに行っていろいろ調べたり、世界観を追求したりした中での今のそのトゥモローチルドレンの世界だと思うので、そのキャラクターだったりアクションだったりコスチュームだったり、そういうのをもう一度ゲームの中で楽しんでもらえたらいいかなと思います。